hang up and try again. 44 seats. 7×17×37 吉正です。前回、電動ホロが動かなくなりました。モーターは錆びていました。シリンダーからオイル漏れです。ホロの電動システムは完全に終了していました。そこで今日は寒いです。長野に来てます。SNS 友達の黒霧島さんが残念ながら Z4 を廃車にされました。彼は車を買い取りには出されず、部品をバラ売りされてました。そして私にホロを譲っていただけるとのこと。そこで今回は彼のところへ出張して、2人でホロを下ろしたいと思います。始めます。もう内装が取り外していただいてあるので、もうハーネスが丸見えになってます。前回すごく苦労したところです。こっち側も丸見えになってるので、すごく外しやすいようになってますね。で、次はメクラとか取って、こっちも同じですね。こっちも同じですね。で、あとその ECU があるじゃないですか。ここにも油が1種類か1個か2個あったと思う。ああ、白いやつですね。はい、外れた。そしたらで引き抜くだけ。どうした？そしたらもうこのカバーが外れます。ウェザーストリップ外したい。多分ゴム硬いじゃないですか。外国人のビデオ見てるとこれ手でこうやって普通にこうやって撮ってましたからね。そんなバカ力ねえっちゅうの。めっちゃ硬いです、そっち。よっしゃ、いけた。よっしゃ。そしたらもうこれ多分動きますね。じゃあ、いっちゃいましょうか。このシリンダー持って、あとこの柱持って、柱か、このウェザーグリップですね。ここね、持って、すみません、一旦じゃあフォロー戻して。この辺にクリップがあるんですよ。もう一回。ああ、分かった。ちょっと後ろに引き気味だ。抜けた。ですね。後ろに引き気味ですね。あ、やべ、ボディ切れてる。いや、よいしょ、切っちゃった。はい。いきますか。こっちこれが引っかかってね。よっしゃ、いけた。立てません。あれ？そっか、モーター取らなきゃいけないんだ。で、いけた。よし。じゃあ後ろにしますか。まあ大丈夫でしょ。海外の動画見てて交換するじゃないですか。
元の場所に戻したら、コメント欄で怒られてましたよ、みんな。なんで元のどこ戻すんだっつって。あ、トランクに入れときゃいいじゃないっつって。どうせ水没するんだからって、その使い方によると思うんですけど、トランクなんてそんなたくさん荷物積まないんで、これでキャンプ行ってたんでトランク満載だったんでそれはダメだ。これはじゃあやっぱ元に戻さなきゃダメだ。取れた。で、まあ大体錆びてますわ。こっちは大体綺麗なんですけど。あ、割と綺麗。ほら、全然綺麗っすよ。すっげえ綺麗っすわ。オイルもたくさん入ってる。オイル見えますか？見えますね。たくさん入ってる。パンパンっすよ。これこのまま多分やっぱ移設すればバッチリですよ。あ、本当ですか。あざます。よかったよかった。やっぱりその端子の部分はしょうがないですね。そこのボルトのサビは。しょうがないんでしょうね。おかげさまで想定したよりかなり早くホロを下ろせました。1時間半ぐらいで下ろせたかと思います。前回は2日かかったので随分進歩しました。他の人からもバラ売りの注文があったようです。そのお客さんは GM5 が欲しいとのこと。時間もまだたっぷりあるのでお手伝いさせていただきました。GM5 を出すためにはヒューズボックスを取り出す必要があります。これとこれか。これとこれを外して、あ、来た。本当ネジの種類多いですよね。そうですね。これが、軽バスですね。GM5 はこの多分見えるかな、上の方にある白いやつ。なるほどなるほど。見えてます？見えます。ヒューズの部分から。だからこのヒューズボックス取らなきゃいけないんですよ。で、今このヒューズボックスも落ちるので、あ、取れた。あ、ほんで、あ、ここだ。このボルトっすね。パワステの故障編の時に締め忘れててなるほどね。これがヒューズのあれ14ミリか。全然システムが起動ししなかったんで、これが GM5 ですね。白いのが。このコネクターはこれで、よいしょ。この手はここにロックがあって、この白い金具のここにロックがあって、これを押しながらこの白いのを動かすと、はい、抜けてくる。よいしょっと。はい。ここも同じ。よし。はい。で GM5 本体が欲しいですか？そうですね。どうやって取るんだろうこれ。入った。あ、透明だ。多分この軽バスのボックスも売れますよ。ヒューズボックスも絶対います。よいしょ。はい、抜けた。お、ありがとうございます。GM5 スター 12E8512 ボルト。ついでにバラ売りしたら売れそうなものをどんどん外します。ついでにこれも外します。これ外しちゃいましょうか。そうですね。この辺行った方がいいかな。よいしょ。切っちゃいます。そうすると、で、これ多分透明ですね。だいぶこれ周り止め、緩い止めがついてますね。そうですね。いや、意外と破格値に、例えばこれ5000円とかって言ったら、いや、安っとかってすぐ解決かもしれないし、わかんないですけど、わかんないですよね。でもゼロじゃなければっていう感じでしょ。ゼロじゃなければっていう感じです。メルカリと
とかでも本体売ってる人いますけど、60万だったかな、新型で。もう2年ぐらい買い手つかないですよ。60万じゃ2年買い手つかないでしょ、それ。そうですね。それは高すぎる。よし、なんてカプラーが多いんだよこれ。よし、やったー。あ、まだあった。多分これだけでも1万何千円で買う人いるんじゃないかな。2000円でも3000円でも値がつきやったんですよ。時間はまだまだあったのでエンジンルーム内の ECU も取り出します。こっちの方がお金になりそうな気がします。やめてくれ。そういうのもあるんですか。なんかあっても保証できないっていう感じなんですかね。このエンジンからの信号が来てるのがやっぱこっちの奥の方なんで、奥が多分DME で手前がトランスミッションコントロールだったと思うんですけど、これエンジンか。ウォッシュメイドインハンガリーですって。ここにクリップあるじゃないですか。これで変わってるだけなので、なんてことはね。DME MS45、これエンジンコントロール。黒霧島さん、ありがとうございました。そして下ろしたホロを持ち帰りました。次回はホロの動作テストです。